あ、来てる、これ来てる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 。かかってんのかな。暴れてるからかかってるっぽいな。うまい。どうも、ちぬこチャンネルです。今回はアオリイカ狙いです。こちらの場所はね、アオリイカの産卵場所になっている藻場が広がっています。その目の前に枷をつけてもらいました。いつかね、4キロオーバーのアオリを釣るのが夢なので、今シーズンも頑張りたいと思います。釣り方はエギング、野猿、泳がせ釣り、いくつかあるんですけれども、今回は私が苦手なね、野猿釣りでやってみたいと思います。大型アオリを釣るためには、とにかくバラシを減らして確率を上げないといけないので、もう今から特訓していきます。この尻尾の硬いところ、ゼーゴって言うんだけど、ここに引っ掛けます。よし、1投目いきます。もう投げたらあとは待つだけなんでね、とりあえずドラグを緩くして待ってみる。お、あ、いるかも。おお、なんかいるっぽい。気づかなかったけどいるっぽい。思いっきり巻いちゃいましたけどね。ゆっくり寄せてきます。この時竿は立てない。なるべく水面と平行にゆっくり、ちょっとずつ。わあ、イカにバレないように。ある程度イカが寄ってきたら、竿をぐっと後ろに出して糸を取って、そしてここで挟んでですね、ちょっとかっこ悪いけど野猿を投入する。斜めに糸を張ってギュンと。野猿を投入したら竿を縦気味にして、竿を立てると野猿が落ちていくんでね。そしてさあ、また慎重にやり取り。あ、なんか根に入っちゃったかな。根に入っちゃったかも。はあ、よいしょ。ここの真下が藻場なので根に入られちゃいましたかね。お、抜けた。抜けたってことはイカも抜けたかも。野猿が落ちてってない。野猿が引っかかってるラインに。やばい、もうこれはどうにもならん。あ、イカも抜けちゃってます。こういうことがあるのね。まあダメ元でやってみるか。なんか重いんだけどな。お、いるな。いる。よいしょ。あ、緊張する。ほいしょ。なんかトラブルいっぱいあったけど、なんかいると思う。っていうかついてるな、多分。おお、針もいってるんじゃない。よーし、来たぞ。ちょっと待って、ちょっとあんまり出しすぎるといけないので、こう寄せて。あ、抜ける。やだやだ、一人でタモ入れむずいんだって。よいしょ。上に上げといて寄せといて、よっしゃった。ダメだ。いや、入った。あ、入ってる。やったー。
なんかごちゃごちゃしましたけど釣れたよーしよーし、やった。とにかくイカにバレないようにそーっと寄せてくるっていうのがポイントなんだけど、何回かちょっとイカにバレて警戒された気がしますが、活性が高かったのかアジに夢中でしたね。よかった、取れて。朝一の1投目、まだ20分ぐらいしか経ってないと思うけど、アオリイカ釣れました。サイズは1キロはないな。もう一回当たり合ったとこで行くか。よし。あ、来た。来た。これついてんのかな。わからん。やってみるか、とりあえず。それ。いるのかな。わからんな。話してんのかな。いや、重いもんね。いるよな。いてくれ。頼む。針はいってるのか。どうなんだい。なんとなく見えてきた気がするけど。あ、かかった。離した。軽くなっちゃったかも。わーん、むずいよ、やえん。途中までめっちゃいい感じでしたけどね。イカがアジを離しちゃったみたいです。針を見つけて離したのか、私がぐーっと引っ張りすぎたのかはどっちかは分かりませんけれども、何かしらの違和感を感じて離しちゃいましたね。もうあとちょっとだった。惜しかった。残念。このアジはね、一度食われてますけれども、もう1回だけ投げます。これで来なければまた新しいアジに変えるんだけど、これで来ることがあるんでね。うわー、これ来てんじゃない。アジは動かないんで、シニアジのこの動きは来てるでしょ。竿を寝かせた状態でゆっくり横にスライドさせて、イカがアジに夢中になったところで、それシュンしたら、今度は竿を立てて同じようにゆっくり巻いてきます。さっきはここで焦っちゃってバラしたので、焦らず慎重に。また話してる。無事。ダメだ、二の舞だ。去年の二の舞はなんかイカの粘液だけついてるな。どこで離しちゃうんだろう。野塩を投入するまではいいんですけど、投入してから離しちゃってる気がします。その後のやり取りで離してるんだろうな。来た。今回は5分待たずにすぐやり取りしてます。その代わりベールをね、こう起こして手で糸を出しながらイカを寄せてくるという感じ。イカに引かれたら出して、でおとなしくなったらちょっとこうゆっくり寄せての繰り返しですね。で糸ふけを取ってもう一回ベールを起こしてゆっくり寄せる。よし、そろそろイカが抵抗しなくなってきたんで、もうちょっと寄せたら野塩投入です。ちょっとこの新しいタイプの野塩を使ってみます。二股になってます。針がかりしやすいはず。これで離しちゃうんだよな。なんかこれはもうかかってんのか。かかってんのかな。暴れてるからかかってるっぽいな。よし、暴れても離さないってことはおそらくかかってるはず。いるー、かかってた。うわーいそんなに大きくないけど、よっしゃー、やったーやった嬉しいよ。よいしょー。ビー
久々に釣れました。野猿の針を、1本から2本に変えてみたら釣れましたよ。針が多いからかかったのかもしれません。あ、来てる、これ来てる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 。すぐ左行くな。よし、来てるよ。ほい、よっしゃー、取ったやったよいしょ。おー、はい、綺麗なパンダマークが出てます。興奮してる。うわー、うわーい、絶対いける。よしよしよっしゃー、やった。きたー。ちょっとだんだんなんか小型になっていくのが少し気になるところですが、綺麗な食べ頃サイズのイカです。もう行っててくれ。もう行ってるよね。よし、もう行ってそうだ。おい、ああ目の前でバラした。難しいよ。面白いけど。あ、かかってると思う。よしよいしょよいしょ。よっしゃー、やったーやったー。あ、大きいこれやったやった。めっちゃ大きいよこれ。何キロあるんだろう。2キロはあるかも。久しぶりに野猿で大きいの釣れた。今から測ってみます。相当大きいんでね。もしかしたら野猿で釣ったサイズでは一番大きいかもしれない、私。よし、おおすごい。 1.8 です。でかい。でも、うわー、まだ4キロには程遠いですけどね。だいぶ野猿のコツはね、つかめてきました。去年とか本当にね、取れる気がしなくて、もう野猿やるのも嫌だったんですけど、今年チャレンジしてみてよかったです。すーちゃん、にゃー泣いたじゃじゃーんはい、おいで。ただいま、すーちゃん。ニコにしてたかいおはい、すーちゃん。よーし。今回の戦利品は、はい、あ、間違えた。せーの、はい、アオリイカです。 1.8 キロ。春は産卵を迎える大きなイカが釣れるシーズンです。だいたい1年で寿命を迎えるんですが、こんなに大きく成長するんですね。胴の模様が線になってるのがオス、水玉模様で点々になってるのがメスです。美味しくて高級なイカなので、1キロ2500円から3000円ぐらいすると言われています。ちなみに一旦冷凍して解凍したものになります。そうすることで身が柔らかく食べやすくなるのでおすすめです。こちらの特大イカを使って美味しい料理を作っていきます。まずは胴の真ん中に包丁を入れます。開くと軟骨があるので取り出します。このプラスチックみたいなやつね、これ軟骨です。そしたら内臓と足を取り出します。墨袋を破らないように気をつけます。ちょっとね、墨出ちゃってるんですけど、まだ墨袋は破ってないです。真っ黒になっちゃう。服にこれが飛ぶと洗濯しても取れないので、白い服でさばくのはやめましょう。薄皮もね、なるべく取れるのは取っちゃいます。ペラペラした部分、エンペラ外していきます。指をこうやって入れると皮ごと取ることができます。すごくね、簡単に剥がすような感じで取りますよ。食感のいいこのエンペラを使って一品作ります。よいしょ。洗って水気を拭いたら、ここに硬いところがあります。これは取っちゃいますよ。はい、そしたら細く切ります。これぐらい細くね。だし醤油入れて、卵の黄身を加える。よーく混ぜます。美味しそうだ
ネギをちょんとできました。エンペラを使ったイカそうめんおつまみの完成です。これは渡船屋さんで教えてもらったレシピです。とっても簡単でめちゃくちゃ美味しそうですよね。早速いただきたいと思います。いただきます。食感いい。めちゃくちゃ美味しい。歯ごたえ最高です。うまい。エンペラを使うっていうところと細く切るっていうのがポイントですね。黄身と和えたことでつるつるっといけてすごい食べやすくなってる。はい、伊勢を代表するビール伊勢門さんのペールエールです。これが結局一番好きかも。よっと、はい、よし、上手だ。おー、いいですね、完璧。お待たせしました。それでは皆さん乾杯。美味しい、美味しい。ビールにも合う。おつまみとしても最高だけど、これ多分ご飯にも合いますね。コリコリ感がやみつきになるので、ぜひ皆さんも作ってみてください。はい、胴の部分です。下の方に硬いとこがあるので切り取っちゃいます。真ん中で切って半分にするか。よいしょ。はい、これを細かくしていきますね。そして叩きます。おわ飛ぶ。フードプロセッサーある人はね使ってください。私はもう叩いていきます。はい、こんなんあります。すりこぎ。よしめっちゃ時間かかりました。はい、こんな感じではんぺん、魚のすり身ですね。ある程度入れて切ったイカゲソを加えます。これは食感残していきますね。お酒、料理酒でいいです。味付き塩コショウガーリック、味をつけて玉ねぎみじん切り、人参こっちもみじん切り加えてよーく混ぜておきます。そしたら器の中に卵と小麦粉を入れましてバッター液を作る。よし、細引きのパン粉も準備しておきます。このぐらいの大きさでいくか。黄身の中へ、そしてしっかりつけます。はい、形を整えて熱した油で揚げていく。よいしょ。おー、いい色だよいしょ。おーいやー、この揚げ物のパチパチいう音がたまんないですね。おー、いい感じ。めっちゃいい感じです。どんどん揚げていきます。はい、太陽ソースケチャップを添えたらできました。イカのメンチカツ完成です。細かいパン粉を使ってサックサクに仕上げてみました。イカと揚げ物は相性抜群ですからね。どんな味になるのか楽しみです。そしたら最後残った身をですね、じゃーん、こちら白髪ネギ作るやつ100均に売ってますからね。表面の薄皮を切っていきます。包丁で入れるより楽なんですよね。そしたら食べやすい大きさに切ります。にんにく、ガーリック、玉ねぎは薄切り。はい、今が旬のアスパラガス。火が通りやすいように細めを選びました。下の硬いところ折ってスキレットにオリーブオイルとニンニクを加えて加熱する。ニンニクの香りが立ってきたらイカを加えてさっと炒めます。ここに白ワインを加えて取り出します。お野菜とベーコンを一緒に炒めます。塩コショウで味をつけたらカットトマトを加えて、わー、美味しそう。刻みバジル
いいもの見つけました。わさびのチューブに似てるんで間違えないようにバジルを入れる。コンソメ加えてしっかり火を通します。わあ、これだけでもめちゃくちゃ美味しそうだ。バジルのいい香りします。沸騰したお湯に塩を加えて、じゃーん、これ便利。小鍋で作れる早茹でファインファスト。キャンプとかアウトドアでも使えると思います。はいほら、いいサイズ感だ。トマトソースの中に麺を加えます。イカとニンニクも戻してOK。そしたら器に盛り付ける。できました。アオリイカのトマトパスタ完成です。さっきからとんでもなくいい匂いがしてます。たっぷりゴロゴロイカを入れた贅沢なパスタです。総合栄養食、マグロ&ホタテ貝柱すずは14歳、健康に気を使ってこんなおやつをあげたいと思います。すーちゃんが長く食べてくれるように今回もこのボウルであげようか。うわ、毛がすごいな。毛が抜けますね。ちょっと待って待って待ってあー、こらまだですよ。はい、こんな感じで。すーちゃんがチュールをペロペロして自分でボールを回します。ということでここに置いとこうはい、完成しました美味しそうですイカ尽くしです。早速いただきたいと思います。メンチカツからいきますね。楽しみ。揚げ物はね、天ぷらとか、よくやるんですけれども、メンチ状にしたのは初めてです。いただきます。めっちゃ美味しい。しっかり吸ったから身がふわふわです。で、その中でもね、玉ねぎや人参やゲソの食感が生きてますね。これはめちゃくちゃあり美味しい。うまっ。すっごくイカの身甘いです。イカってね、結構歯ごたえがあるのでたくさんは食べられないんですけど、この食べ方だったらすごい食べやすい。めっちゃ美味しいそしてしっかりイカの風味もありますね。あっという間に1個食べちゃいました。これはビール合うめちゃくちゃうまい。よし、そしたらパスタいこうかな。お箸でいっちゃいます。うまいイカはこの1個がすごく分厚いんですけど、しっかり表面に切れ込みを入れたのと火を通しすぎずに作ったのですごく柔らかいです。柔らかいおいしい。とにかく身が甘い。あとトマトとめっちゃ合う。美味しい。トマトの酸味とイカの甘みにこのベーコンの塩気とコクがプラスされてとっても美味しいです。幸せはい、ごちそうさまでした。今回は
春のアオリイカの野猿釣りに挑戦してきました。私の釣り上げたアオリイカの最高記録が 3.08 キロで4キロをね達成したかったんですけれども、ちょっとね難しかったですね。でも昨年は野猿でもうとにかくバラしたので、今年しっかり勉強してからチャレンジして結構いい確率で釣れたのは嬉しかったです。ちなみに野猿で釣った自己最高記録もちゃんと更新することができました。アオリイカはまだまだ試したい情報があります。生涯目標4キロに向けて頑張っていきたいと思います。ちぬこチャンネルではチャンネル登録者50万人を目指していますあれ、すーちゃんどうしたアオリイカ釣ってみたいなと思った方、そして料理も美味しそうだったなと思った方はぜひ高評価ボタンとコメントをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。